チョス優勢です。2022年6月から8月の約3ヶ月間、自転車とカヤックを使ってカナダを縦断していました。カナダ縦断の際の野宿日数全70日、泊まった場所をランキング形式でお伝えしようと思います。この動画では野宿時の注意点、どんな場所に泊まることが多いのか、日本での野宿との違いを解説していきたいと思います。このチャンネルでは日本一周やアメリカ縦断での野宿生活、アメリカ、カナダでの自転車旅行のルート選びのコツなどについて解説してまいりました。今後も自転車世界一周の様子や海外自転車旅に役立つ情報を配信予定です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。でははじめにカナダ野宿の注意点を解説していきたいと思います。基本的にカナダ南部での野宿はどちらかというと日本での野宿のイメージに近いかと思います。治安が比較的良く、ファーストフード店も随所にあるので、マクドナルドなどで夜まで時間を潰し、事前に目をつけておいた野宿場所に閉店後に移動するといった形が一番多かったかと思います。このやり方が大きく変化したのはロッキー山脈、カナダ中部に入ってからです。これ以降、人よりももっと注意しなければならないことが出てきます。それは蚊、そしてクマです。まず蚊についてですが、どこにでもいます。自転車を漕いでいる時は蚊よりも自転車の走行速度が速いのでついてくることはありませんが、ちょっとでも止まったり上り坂でスピードが極端に落ちるとたちまち周りを取り囲まれてしまいます。ひどい時には適当に手を叩いただけで1回で3匹ほど潰れていることもあるくらいです。蚊に対しての攻略方法に近道はありません。まずはテントに避難することが挙げられます。テントに必ず蚊は入ってきますので、テントに入ってから目につく蚊をあらかた殺して、それ以降はテントのジッパーを閉めておくというのが最も確実なやり方かと思います。虫除けスプレーと蚊取り線香は常備していて、蚊取り線香は意外と威力を発揮しました。しかし多勢に無勢な感じでお構いなしでやってくるモサカもいますので、物理的なシャットアウトにはかないません。そしてクマについてです。こちらは命の危険が関わってくるので、蚊を意識するよりもよほど注意しなければいけません。カナダに住んでいるクマは3種類、遭遇頻度が高い順に黒クマ、ヒグマ、ホッキョクグマです。ホッキョクグマは間違いなく出会うことはありませんので注意する必要はほぼありません。対して黒クマは自転車で旅行していればまず間違いなく遭遇するかと思います。ヒグマも十二分に遭遇する可能性がありますが、黒クマほどではありません。湖畔でまったりしていたら湖を漕いでいたカヌイストの人が 200m 手前にクマがいるからマジで注意しろというようなお達しを受けました。この辺でキャンプしてる人全員に言ってくれたらしくて、一旦なんかうるさくしとこうっていうような、どうやら海岸線を歩いて来てるっぽくて、俺がいる場所もろ湖岸沿いなのよね。だから君のところが一番インポータントポイントだとか言われて200m は結構近いよね。今回は野宿時の対応ということで、野宿している最中に遭遇しない、襲撃されないようにするための方法を解説します。野宿する際に最も気をつけなければならないのは、食料とシャンプー、歯磨き粉など匂いの出るものを自分から離しておくことです。クマは視界の利かない森の中で生活しているため、嗅覚を頼りに餌を探しています。そのため犬よりもはるかに鼻が利きます。というわけで、食事する場所、食料を保管する場所を寝る場所から離しておくのが大前提となります。50m 以上寝る場所から離しておきましょう。その上で、そもそも食べ物も取られたくないんだよという人多いと思います。大きく3つの対策が考えられます。まず1つはクマ対策された食料ボックス、ベアキャニスターの持参です。これによりクマは密閉された容器が開けられずに守られるという賜物です。ただしこちらはサイズが各種あるとはいえかなり体積があるので、自転車で旅行する立場からすれば持ち運びが不便となります。次にクマが登れない木に
紐を使って吊るす方法です。クマは木登りもできますが、当然細い枝までは登ってこられません。持っている食料が少なければロープを使ってクマの届かない範囲に食料を保管することも可能になります。第3にフードロッカーの利用です。こちらはカナダのクマの出る地域のキャンプ場には必ず設置されています。かなり分厚い金属で覆われたロッカーで、これを使えば食料は安全に保管することができます。ただし野宿となるとこのフードロッカーを使う余地はありません。そこで私野宿でも使えるフードロッカーを見つけてしまいましたので、ぜひ紹介したいと思います。こちらの映像をご覧ください。カナダのクマがいる地域ではゴミ箱がこのようにクマが簡単に分けられないようになっています。ゴミ箱の中のものを食べたりしないように。で、このゴミ箱なんだけど、これを食材の保管に使うことが、できるということを見つけました。というのも、当然ゴミ箱なので回収しないといけなくて、その裏がだいたいこんな感じで開くようになっています。これを食材保管庫の代わりにちょっとゴミをこう寄せて、ここに食材を置いて置くことで安全に食材を保管することができます。これをフードボックスの代わりに使うという手が、一つカナダ野宿では考えられる。このように食料を保管したら、基本的には寝る場所は本当に寝るだけということで、クマにはあまり興味のない場所になるかと思います。万が一クマが興味を持ってテント周辺にうろついている時を考えて、ベアスプレーを手の届く範囲に常に置いておく。これも肝心なことです。ベアスプレーとはクマにめがけてかけることでクマを撃退できるという激辛スプレーのようなものです。クマと相対してしまった時、どうしようもない時の最終兵器として持っておく必要があるかと思います。以上、カナダの野宿で対策必須の蚊、そしてクマについての解説でした。それではいよいよカナダ野宿場所ランキングの発表です。第7位、ヨンハーク。学校、図書館。学校は個人的にはリスクの高い野宿場所で、どうしようもない時の緊急避難的に使っていました。カナダの学校は公園と一体化していたり、公立図書館と併設されているところもあるので、敷地にフェンスがなく自由に出入りできるところもあります。図書館の脇、こちらは中央図書館と呼ばれるような大きな町の大きな図書館ではなく、もう少し小さな町や村の図書館を想定しています。アメリカ野宿の時から比較的よく使っていた場所で、図書館の閉館後は人も職員もいないので寝やすい場所となっております。第5位、5泊、道端。道端で寝たのはデンプスターハイウェイの時だけです。デンプスターハイウェイに入ると人工の施設が極端に減って、本当に大自然の中を走ることになります。おのずと寝る場所は限られてきて、道沿いすぐそばの空き地で寝るというようなことが増えてくるので、そのような場所で寝ることが多かったです。第4位、6泊、駐車場。これは国立公園内に設置された駐車場や野球場などの大型施設の駐車場を指しています。そして駐車場の駐車スペースのことではなく、その脇の茂みだったり東屋のようなところを指しています。基本的に土地が余りまくっているカナダでは広めの駐車場が用意されていることが多いので、人目につかないスペースで寝ることは比較的容易かと思います。第3位、7泊、ユーコン川沿い。ユーコン準州を流れるユーコン川を8日間300キロ旅行した時のキャンプです。カヤックをレンタルする際にユーコン川の地図をもらいます。その地図にはキャンプできそうな土地が記載されているので、それを参考にキャンプ地を決定するのがいいかと思います。たまに地図に載っていない穴場を見つけられれば、他の人と被らずに一人で大自然を満喫することもできるかもしれません。第2位、12泊、レストエリア。実質的にはこちらが第1位と言っても過言ではありません。
カナダの道路沿いにはトイレとゴミ箱が設置されたレストエリアが随所に設置されています。それ以外の施設としてテーブルと椅子が稀に設置されているぐらいで、他には特に何もありません。日本のパーキングエリアやサービスエリアを想像しているとだいぶしょぼいです。トイレもほぼボットンで稀に紙がないこともあります。水道設備もないので水の補給に困ることが難点です。だいたい40キロに一度ぐらいの間隔でこのレストエリア設置されているように思います。道路によっても頻度はまちまちなので、地図や標識をよく見て止まる場所を決定すればいいかと思います。第1位、24泊公園。日本、アメリカと続きカナダでも公園が野宿場所第1位となりました。といってもそのうち12泊はユーコン準州ホワイトホースで飛行機の日程やカヤック旅の準備のために過ごしたもので、ホワイトホースを除いた場所では12泊なので、ほとんどレストエリアと同じくらいの頻度で使っていたという感じです。公園の利点は水道が使える場所が多い、あるいはマクドナルドがあるような村に泊まることができた場合にはレストエリアというよりは公園に泊まることが多いといったような感覚でした。こうして見るといろんな場所にまんべんなく野宿をしていたことが分かります。クマに気をつければカナダは野宿しやすく、いろんな場所で野宿が楽しめるという環境にあることの裏返しかと思います。以上、カナダ野宿での注意点野宿場所ランキング解説でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあねー。